歌、デザイン、健康管理かなまあ、歌はなんかこういう風な感じがいいんじゃないかなとか、なんか普段ずっとなんていうのかな、歌い続けてるとなんかこういうのがいいのかなっていうのを、すっ飛ばしてどんどんいつもの歌い方にしてしまいがちなんやけど、新しいことをしていこうと思っていろんな曲聴いたりとかしてたかな。でデザインって言ったのは、デザインもまたなんかこう新しい、ソフトの使い方にしてもそうだけど、なんか色使いだとか、配置とか、そういうのを覚えてった1年かな。健康管理、健康管理はねやっぱりなんか家で作業をしているのが多いから、なんか太陽にあんまり当たらないんですよねだから、ビタミン D を取ったりとか、有酸素運動とかね、有酸素運動をしないとやっぱ歌う時にやっぱりなかなかね息切れたりとかするじゃないですか。だからそういうのもしつつしてた1年かな。3つ探究、中小企業診断士試験、二次試験、あと何かな、未領域への挑戦、ちょっとかっこよく言うたやな探究、まず1つ目の探究は海外の、その日本国内だけじゃなくて海外の音楽にこれまで触れてこなかったジャンルとかまでちょっとこう触れていって、何かこう、自分の中でなんか足しになるものがあるはずだと、そういうことをなんかこう考えながらいろいろ聞いていったりとかしてて、いろいろ発見があったわけですね。なんかこうなんていうんですかね、もうジャンルを超えてロックとかそういうジャンルばかりじゃなくて、それこそ普通にダンス音楽も聴いたりとかいろいろ聴いていってたんですけど、なんかその間に自分の中でもなんかこうこういうサウンドがちょっと苦手だったなとか、なんかそういうのが分かってきたっていうので、なんかこういろいろ研究して取り込んでいった1年だったかなと、1年っていうかもうその前からだいぶやってたわけですけど、2つ目、中小企業診断士の試験これはねもともと別に資格を取ろうと思ってやり始めたわけではないんですね。なんかそういう経営の知見とかそういうのを自分の中に得ていって、それをなんか自分のそれこそ六元アリスの運営とかそういうのに役立てれたらいいなと思ってやり始めて、最初一次試験受かったらそれでも撤退しようと思ってたんですね。ほんでもう人間業が深いものでね、やっぱり欲が出るんですよね。一次試験受かってしまうと二次試験いけんじゃないかなみたいなそういうのを考え始めるわけですね。10月30日にも試験を、二次試験受けてきて、受かってるかどうかわからないんですよ。まだ結果が出てないんで、もうとにかく合格点を取れば合格ですっていう試験じゃないんですね。合格点を取ってたとしてもその年の上位 18% までの人たちしか合格として取らないんです。合格者として。そういうちょっと変な試験なんですね。だから合格点を取れるレベルであれば合格でしょってわけではないんですよ。でだからそれでだんだんなかなか取れずに病んでいく人とかいっぱいいるんですよね。3つ目未領域への挑戦。今まさにリリックビデオ
作っていってる最中なんですけど、このリリックビデオが、もうフルアニメーションで作ってるんですよ。でそれを、もう自分で、私が作ってるんですけど、今までそんなことやったことないんですよ。でやったことないんですけど、何か、なんか面白いことがしたいって、新しいことが、せっかく、4年ぶりの新作だから新しいことをやりたいっていうので、なんかそういうのを始めたんですね。なんかこうエッジを含んだような歌い方っていうのかな。なんかそのまままっすぐに歌うだけだとなんかこう感覚的にちょっとなんていうのかな、深みが出ないから、ちょっとこう深みを出すためにこうエッジを使ったような歌い方だとかで、息遣いもすごい必要だったなと思って、なんかいろんな曲とかやっぱり人の曲とかを聴いてるとなんかこうなんていうのかな、こう息遣いがあるとすごくこう表現がふくよかになるっていうのかな、なんかそういうのがあって、そういうのの研究かなをしてましたね。デザインもこう活動にも生かしていけんじゃないのかなと思ったりで、やってました。あとは、ずっと家にいるんで食べ物かな、なんか、加工食品とかをで間に合うものとかでもなんか家で作ったりとかしてましたね。パンとか、なんか配合を変えてみたりとかして作ってみたりとか、発酵食品かなをなんか家で作ってなんかやってみたりだとか、なんかご飯にしても、発芽玄米っていうのも、そもそも売ってるんですけど、自分で発芽させて作ってみたりとか炊いてみたりとかしてましたね。気がつけば4年間もうとにかくコロナで活動が止まって、なんていうんですかね、なんかこうずっと今までなんかもっと4年っていうかもっと前からなんですけど、なんかこうだましだまし活動してきたところがちょっとあるんですね。例えば悪い意味ではないんですけど、年間何作も出していると次何作るみたいな感じでどんどんこう考え方がこうルーティン化していくっていうんですかね。なんかこう立ち止まってもうほんまにこれが正しいのかみたいな、そういうことをこう考えなくこうなっていくっていうか、海外のあるグループのリーダーもやっぱり言ってて、そのコロナ禍で活動休止宣言をしたんですよ、そこのグループはね。でそれなぜそう活動休止したのかっていうと、そのリーダーがこのまま活動を続けてても人として成熟しないっていう話をしてたわけです。でこれがすごいこう共感できたっていうか、なんか自分が成長してないんですよ、ずっと作品を作ってるのに。でなぜかというと、それ以外のことを見なくなるからなんですよね。世の中ではいろんなことが起きてるのに、自分はずっと音楽とかそういうことをやっててなんか音楽のことしか知らない大人が完成してたみたいな、なんかそういう感じのことが起きてたんですよ。でこれじゃまずいぞとそう思って、でちょっと海外のなんかグループとかミュージシャンとかをバーッと見渡していくとそうなってるアーティストもいるっちゃいるんですけど、やっぱそうなってない人たちは結構多かったんですよね。その音楽以外のこともなんかこうやってたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱりこれは止まっとるなと、価値観が止まってしまっとるなと、そういうことに気がついたのが、実は2017年の時なんですよ。で2017年から2018
2008年2019年ぐらいまでかな、この1年2年ぐらいはすごい焦ってたんですね。ミュージシャンとしてだけじゃなくて個人としても。で何かこのままじゃいかんこのままじゃいかんってずっと余裕のないなんか日々を送ってたわけですね。でまあそれはそうなんですよ。そういうことに気がつかずに生きていければいいんですけど、どっかで気がついてしまうとその瞬間に不幸が訪れるんですよね。でそうなったのが2017年なんですよ。たまたまそこで気がついたっていう、もう年明けすぐぐらいですかね。でこれじゃいかんってなってちょっとこれは活動を止めた方がいいんじゃないかって思ったんですけど、なんか新作を出さないとっていう謎の責任感みたいなものに駆られてずっと出し続けてたんですよ。でちょうどその時にコロナがやってきたみたいなのであれはあれで、活動休止を余儀なくされるっていうことが あったんですけど、我々にとってはそう悪いことではなかったんですよ、活動的には。でその間にその4年間でこれは変わらなあかんと思ってもういろんなことをやってたわけですね。でいろんなことをやってたんですけどやっぱり今回、新作出したんが4年ぶりの新作なんですけど、ずっと考えてたのは4年あって何も変わってないサウンドとかダメでしょっていう、今でしょみたいな言い方したけどもう 4年もあってね4年前と全く同じような音楽をやってて同じサウンドでっていうのはもう自分の中ではもうやっぱナンセンスなんですよね。なんか変わらなと思ってるのに4年間ずっと足踏みしてるっていうのもやっぱりおかしいし、でそれはそれで何も気が付いてないやないかっていう話になってくるので、それはすごいなんていうんですかね、僕は考えてたっていうか一番重視してたのはとにかく4年、空白があったこの答え合わせを最初の1曲でしないといけないっていうそれはやっぱりあったわけですね。今回なんか歌の中でラップパートがあったんですけど、その中でなんかちょっとリズムをなんか鍛えていくのになんかちょっとダンスがいいんじゃないのかなと思って、ちょっとなんかこう体を揺らしながらやるとなんかすごいいい感じに撮れたんで、これはリズム感だなと。配信とかで今なんかみんなに楽しんでもらえるってなんか曲もなんか聴いてほしいなと思うんですけど、なんか配信とかあるとこうよりなんか楽しんでもらえるんじゃないかなと思って、ちょっと面白い企画を考えつつやっていきたいなと思ってます。なんかこう、世界的になんかこう音楽のレベルが上がってるんですよね。とにかくなんかこう西洋ばかりじゃなくてアジア圏も当然そうなんですけど日本国内もそうやしもう全体的にレベルがもうかなり底上げされてるっていう状態なんですね。でその中でなんかこうただ音楽が好きだからみたいな感じで活動しててもその先がないじゃないですか。なんか続かないっていうかこう好きの力だけではやっぱり続かないのでやっぱりこうそういう場所で戦っていけるレベルにまで自分たちのレベルを上げないといけないっていうのは思うわけですね。なんかこう昨日今日音楽始めましたみたいな、そういう感じだったら別にそんなことを考える必要もなく、好きなように楽しくやればいいんだと思うんですけど、長くやってるとどうしてもそういう、責任っていうかそういうものがつきまとってくると思うんですよね。あとそういうことを考えてないとファンに対して失礼っ
っていうのは僕はちょっと考えてしまうんですね。語弊があるかもわからないですけど、なんかこうなんていうんですかね、こう期待に対してそれ以上の何かで応えるっていうのが、やっぱり僕は音楽家の使命じゃないかなと思ってるわけですよ。そのエンタメっていう部分だけの話じゃなくて、なんかこう、そういうところも同時に考えていくことでようやくなんかね使命を果たせるっていうか、そんなに大それた話じゃないんかもわからないですけど、でもそれぐらい考えてないと責任は果たせないかなっていうのは僕はちょっと考えてしまいますね。4年間なんかお休みさせていただいてたんですけど、なんか SNS とかでもなんかコメントくれたりとかして、皆さんには本当感謝してます。なんかね、こういつだろうって言ってコメントをもいただいてたんでで、4年間休みいただいてたんで、その間になんかたまった知見とかもなんかあるので、それを生かして活動していきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。今後は短いスパンで新曲を出していきたいなと考えてるわけですね。なんか理想を言えばもう毎月新曲が出るみたいな感じがあってもいいなとは思うんですよ。これまでは6曲入り7曲入りのちょっとしたねEP を出してみたいなか、フルアルバム出してみたいな感じでやってたんですけど、短い間にこうバーッと何曲も作ってるとなんかこう一曲一曲の思い入れがなくなっていくんですよね。自分がどういう意味があってこれを作ったのかとか、そういうのも考えずになんかこう制作してしまうっていうことがやっぱりこう起きてくることもあるわけですね。全てが全てそうではないんですけど、でもなんかそういう感じで出してしまうのもそれはそれで良くないわけじゃないですか。なんかこう作ることが消費になってしまうっていうのはもう一番良くないことだと思うので、だからこう一曲一曲意味のある、なぜそれを出したのか、それで何を表現してるのか、何を届けたいのかっていうのがちゃんと完璧にできた状態のものを毎回一曲一曲っていう感じで出していきたいんですね。でそれがある程度溜まってくるとアルバムとか作れるようになったりするわけじゃないですか。でそのアルバムもちゃんと一つもう芯の通ったこうコンセプトのある、作品が完成するわけじゃないですか。集まってくるとね。だからそういう、もっとこれまでよりももっと深く、考えて掘り下げてこだわった作品をリリースしたいなと、そういうのは考えてるところはありますかね。でやっぱりねこんなことを考えるようになったんもね、もう4年間ねずっとねいろんなことをねやっぱ探求してきたからっていうのもあるんですよね。その4年間ずっと曲を作り続けてたら多分こういう考えに至らなかったと思うんですよね。止めたからこそ見えるようになった世界とか価値観っていうのはやっぱあったわけですよ。でその間になんか考え方も当然変わりましたし、根本の価値観もやっぱり多少ちょっと変わったかなとは思うんですよね。でなんかその間にねやっぱりそのファンの皆さんをねお待たせしてしまったというか、なんかこうもうこのままなんか何もしないんじゃないだろうかってやっぱ思った人もいると思うんですよ。でもやっぱりそこは、責任を果たしたいなっていうのはあると思うんですよね。なんかこう自分たちで始めたことは誰かに言われたからとかじゃなくて自分たちで始めたことだから、やっぱりその責任を持ってやっぱり続けていくべきだと思うんですよ。僕は途中でなんか飽きたから解散とかね音楽性の不一致で解散とかねもうやっぱダサいんですよ。
もうはっきり言ってねそういうのじゃなくて、もっとなんかこうみんなできるだけみんなが幸せになるような形っていうのがねやっぱりこう一番まあいいかなとっていうことをまあ考えながら、昔はねこんなこと考えなかったんですよね。もうやっぱある程度人間として成熟したんですかねまあわからないですけどまあそんな感じでね、これからもまあ作品を作り続けていきたいと思うので、まあ末永くねお付き合いをいただければとまあそんなことを考えております。よろしくお願いします。